ゴロゴロピカピカと夕立です。いってらー。パパはちょっとまだ仕事終わってないんですけど。カノさんとあやさんが今から迎えに行こうとしとってさ。楽しそうやね。私行くの？3人も迎えに行くなんて大変やの。何分かかるかチャレンジやな。3人お迎えチャレンジ、用意スタート。マジで言っとる？じゃあどうしよう。はや迎えに行ってカノ迎えに行って、あや迎えに行ってでその時にあやさんから電話がかかってきたら出てあげる。迎えに行って帰ってくるって感じか。3人乗れるもんな、車な。いいやん、ちょうどいいやん。自転車はどうすんの？乗せて帰ってこなあかんじゃん。はや後ろに乗るのに？なんで3人乗れるやん。はい、車乗りました。もうね、お迎え午後の時間からぴったし今からお迎え時間です。言います。45分にメールが来て50分から引き渡しですって言って、この5分間で子供すぐ迎え行ける親さんほとんどいないと思いますよ。で並んでるかな、どっちだろう。意外に子供まだかなまだかなって待ってた親さんはいけるのかな。いやーもう並んでる。嘘早っ何台 ?2 台3台。もうダメだ。玄関先ですごい並んでる。遅かった。今回は遅い。すごく遅かった。親さんたちガチすぎるだろう。この待機時間にもう一個椅子をあげたい。お願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。はやに残念なお知らせがあります。このままカノさん迎えに行きます。はい。で、もっと残念なお知らせが、その区間にお姉ちゃんから連絡があったら、学校まで走ります。頼む。来んな、マジ来んな。家の目の前通りますが、車連れてってよ。連れてけ。はい、家の目の前に、もうカノさんは30分以上待ってるので、はい。カノさん、お姉ちゃんからのお迎えコールが来るかなと思って待機してたんだよ。カノさん迎えに行きます。よし、じゃあ。ここでどこか。お家帰って冷やそう。はい。初板だったんやろ。ここかけとったらあかんって、かんちゃん。で、お姉ちゃんから連絡なし？なし。よし、じゃあ戻ります。よいしょ。はい、とりあえず到着。よっしゃ。はい、4時10分です。私のやつね、食べ終わったらね、コピーしてね、なぞるやつメロみたいな数字になっちゃうよ。やります。今のところさ、雨が上がっとってさ、ひょっとしたらあやさん時間を見て帰ってくるかもしれない。お兄さん指。上がったなパーよかった、これだけですんで。はい。じゃあ行ってください。はい、もしもし。お迎えでいいですか？はい、上がりました。はい。ということで、パパ、お迎え行ってきます。さっき戻ってきたばっかなのに。はい。お味噌汁作りかけてましたが、中断でいきます。はい、また降ってきました。はい。すぐ迎えに行けるようにね、シャッター開けといたんですよ。俺さ、マジでさ、カノさん迎えに行ってそのまんま学校行ってたら、電話なしで帰れたよ、あの子。タイミングは。はい、こういう時こそ安全運転できます。
や雨降るって知ってたんだよ。一応弁解させてもらいますわ。一応朝の時点で雨降るとは知ってたんだけど、ちょうどね、雨と雨の狭間が3時間あって、その時間帯にあやさん帰ってこれそうだったから、自転車できなって、雨降ったら迎えに行くからって言ってたんですよね。そしたら雨の位置がずれまして、みんなを迎えに行くタイミングに雨がかかったっていう感じですね。行ったり来たりするの嫌ですよね。多分中学校着いたらあやさんがドヤ顔で「言って迎えに来てる」とか言って待ってるんですよ。この時間帯本当に忙しいんだから。ママたちの時代はあれですよ、雨降ってもカッパ着たり歩いてね帰ってきたんですけど、さすがにね雷ゴロゴロ鳴る中をね自転車で帰らすのはかわいそうなので迎えに行きます。これが10月っていうのは難点なんですよね。皆さんが通われていた中学校、お子さんが通われている中学校って下校時間ってどうなってますでしょうか。あやさんの通う中学校っていうのは冬11月から3月までかなまでは、なんと最終下校時間が4時になります。4時です。ということは今ね4時ね25分なんですけど、この時間帯は確実に家にいます。理由は暗いからっていうのがあるんですけど、自転車通学とかねすごい遠くから来る子が多いので、4時まで田舎なので街灯もない真っ暗なところなので、それを考えると4時だと良心的なんですけど、その4時っていうのがかなりくせ者で、はやが帰ってくる時間、かのさんが帰ってくる時間と密集してるんですよね。で、はやなんか家から学校近いんですけど、歩いて帰ってこいって、言いたいところなんですけど、こうやって呼び出しをされると迎えに行かないといけないので、そうなってくると誰を一番最初に迎えに行くって話になりますよね。今回はかのさんをあやさんと一緒に迎えに行けたらなと思ってたので遅らせてたんですよね。それがあだとなってはやと帰宅時間がかぶってしまいの、お姉ちゃんが意外に遅かったのでこう行ったり来たりしないといけないってことになりました。来年になると今度はやとあやは同じ学校行くので、今のところ多分もう朝から夕方雨降るんだなと思ったら一緒に車で登下校っていう形にはなっていくのかなと思うけど、その分だけ今以上に送り迎えが増えるかなと思うとゾッとします。うちこれ正解じゃないよね、やっぱ。これはセーフやろ。セーフ。じゃあもう雷鳴っとる時点で夜めくれで結構ね。一回さ、なんかさ、なんか明るくなったんよ。そうで、もしかしてこれ、おい、匂わせかって言って。いや、知ってた。だから言ったじゃん。途中で雨止むよって言ってたよね、朝ね。あの間隔がすごく短くなったの。かのさんを迎えに行く前に、その雨雲レーダー見て、あ、これはちょっと無理だわ。あやさん連絡来るわって言って、パパにどうするって言ったら、パパ仕事やで無理やおって言われて、ちょっとはしごするつもりで行くかとか言ったら、早から連絡があって、マジ今の小学生本当にね、響きすぎないって。前も雷で来てって言って。うちの時そんなのなかった。引き取り訓練なんか年間1回だけだったもん。たとえ雨が降ってなくても、あれぐらいゴロゴロピカピカしたら呼んでいいから、親。マジでさ、本当にさ、目の前で光ってさ、そうもうなんなら学校の敷地内で光ったんじゃないかってぐらい。ちょっと待って。うわぁ、事故ってる。うわぁ、玉掘られとった。すごいな、前外れとった。外れとって、一番前が3台巻き込み3台巻き込みやな、あれね。な。多分怪我人はほとんどいないと思う。ムチ打ちぐらいだと思うけど、あれだったらこうやってね、予期せぬ電気の時には事故とかね、いろいろ発生するので、かのさんドアで手挟みました。最近の小学校マジで余りすぎ。はい、ということで皆さんも気をつけて登下校してください。今日は夜でございます。もう寒くなってきたので、あやさんもねポカポカの格好してるんですけど、実は近々3人ともお弁当の日があります。3人一緒ってわけじゃなくて、まずかのさんのお弁当の日があって、あやはやのお弁当の日があって、
もうすごいピカピカ光ってんだって今も。だからうちの目の前で光ったってマジでさ、このまま帰ろうとするやつも遅すぎるよ。ねいや待って、おるし、おるよ。だってすれ違ったもん私。いやだからこの子たちカッパのケツにさ雨の中帰ってきとったりさ、すげえ猛者やな。勇者や。勇者の称号やろ。